こんにちは、まるみです。今日はふもとっぱらに向かってます。前回の動画で車中泊をしたんですけど、そこから今回ふもとっぱらにソロキャンプに向かってて、今から買い出しをしに行こうと思います。よーし、向かいます。緊張するな。朝一の運転。ここ1年前来たスーパーじゃん。わあ、懐かしい。どんだけ食べるんだってぐらい買っちゃった。お肉とか傷んで困るので冷蔵庫に入れてきます。飲み物とかお酒しか持ってきてない。じゃあふもとっぱらに向かいます。ここでふもとっぱら東に進みます。はい。今外の気温は25度でニット着てると暑いぐらいですね。右方向です。真冬装備で来たけど寒さ対策いらなかったかな。前行った時は延期サイトだったかな、外れのサイトでちょっと穴場的な感じで空いてたんですけど、今日はね王道に真ん中の方を目指そうかなと思います。真ん中の大きいトイレの近く、混んでたらねもうちょい空いてる場所に行くんだけど、私トイレがね近くにないと不安だから、できるだけトイレが近めなとこにしようかなと。富士山がね見えれば正直どこでもいいんだけどね。楽しみ。ふもとっぱらって表示が出た。1km 道なりです。はいよ。もう結構人いる。どこで右？入れないよ、そこ。道ないよ。およそ400メートル先、左方向、北西に進みます。ナビが間違ってた。およそ500メートル先、右方向。みんなテント張ってる。いいな。テント泊にすればよかった。なんかちょっと後悔。もういっか。車中泊も楽しいよね。テントを見るとテント泊にしたくなる。寒さ考えると車中泊にしたくなる。はい、着きました。ふもとっぱら。およそ200メートル先。着きました。大丈夫です。もうナビ。森みたいなところに入っていくよ。うわ、渋滞。すごいね、平日でも人気だね。こんにちは。こんにちは。はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。できます。楽しみ楽しみ。まずは売店に向かいます。おい、めっちゃ揺れる。そうだ、デコボコ道なんだね、ふもとっぱらはね。忘れとった。おー、富士山！混んでるね。いいですね。君も売店行きたい組ね。オッケー。今日巻き詰め放題針葉樹しかないみたいで、広葉樹のね焚き付け用、広葉樹は何個か自分で持ってきてるから、針葉樹の巻き詰め放題を楽しみます。うわー、富士山。できるだけトイレが近いとこがいいから、ここ結構空いてるけどなんで人いないんだろう。いいのかな、入っちゃって。いや、ちょっともうちょい探索しよう。ここ第一候補。どこに貼るのが正解なんだ。人の目の前はなんか申し訳ないし。いかん、フリーサイド苦手だわ。区画がいいよ。私はどこに向かってるんだ。トイレからはだいぶ遠のいちゃった。関西ロタイプだとそこそこでかいんよね。もうどこでもいいや。もういいや、トイレまで歩こう。ここにします。
風がやばい。カーサイドタープどっか行っても私。よいしょ。オッケー。何してても目の前富士山って幸福度がめっちゃ高い気がする。なんかついぼーっと見ちゃう。設営終了。設営完了しました。今日は夜は車内で寝るので、コールマンのマットとイスカのめっちゃあったかい寝袋と、寒さ対策にモンベルのダウンと、あとはねもっこもこの服持ってきました。で普段過ごすのはこっちのワークマンのカーサイドタープに、ヨーラーのメッシュテーブルに、ペントラックスのチェア、ポータブル冷蔵庫に、何でもボックスに、薪に、今年初のアルパカちゃん。どれぐらい寒いかわからないので一応ね持ってきました。これでねもう本当に氷点下近くなってもなんとかなると思います。じゃあ一旦は設営終わったから向こうのトイレのついでに薪を買ってきます。ここのトイレに薪があるかと思ってたらこっちじゃなくってあっちみたい。結構あるかな。さっきから5分ぐらいうろうろしてるんだけど、自分のテントどこにあるかわかんなくなっちゃった。私どこにテント張ったっけ？薪重いし。どこだっけ？思ったよりすごい遠くにテント張っちゃったみたい。無事自分の場所に帰ってこれました。今調べたら私水道4と5の間この辺にいるみたいで、本当はこの辺に貼る予定だったんですよ。ずっとねこの辺をうろうろしてましたね。おかしいなおかしいなって。よく考えたらここに貼っててこのトイレが近かったのに、なんでか知らないけどこのトイレが近くにあると思って、ほんとここら辺をずっと5分ぐらいうろついてました。汗だく。今ねキャンプ場着いてもう2時間も経っちゃって、やっと落ち着いたのでお昼ご飯を作ります。お昼を作ります。お腹減りすぎた。今日実はこの後忙しくて、ご飯食べてちょっとのんびりしたらおやつも食べなきゃいけないし、本当は明日朝お風呂入りに行こうと思ったんだけど、ふもとっぱらから出て、そしたらふもとっぱらのねお風呂シャワーがあるみたいで、だ時間が3時から8時だから朝は行けないから、今日の8時までに行くか明日の3時以降に入るかの2択なのよね。今日はソロなんだけど、明日は友人が来てグルキャンをして、だから2泊するからね、お風呂は入りたいんだよね。今日汗だくになっちゃったし。薪でご飯を作ります。じゃん。3食分だけど1食だけ作ります。好みの野菜と焼きそばの友を細かく切って用意します。焼きそばの友って何？肉やハム。肉とかハムとか何も持ってないや。夕飯の肉しかない。やばい、質素な焼きそばになりそう。まあいいか。富士宮焼きそば食べれるだけで大満足。ちゃんと富士宮って書いてある。肉そばの友ってこれだね。これを細かく切るんだ。
ねえ最悪、この前さ使ったユージャックのお箸、もうお気に入りで今後愛用しますって言ったのに、うちの片方なくした。キャンプ場で落としたんかな。もう使えんじゃん1本じゃ。めっちゃショック。念のための割り箸のストックあってマジでよかった。はあ、ショック。細かく切ります。めんどくさいのでね、ハサミでサクサクと。結構ベタベタする。そっか、天かすだからベタベタするんか。お好み焼きには入れるけど、焼きそばに入れるイメージなかった。油をひいて、油で天かす炒めるって結構やばくない？カロリー大爆発だけど、胃もたれも大爆発しそう。これをじっくり炒めて、なんか黒っぽくなってきた。これでいいのかな。次は野菜。ちょっと火消そう。しんなりするまで炒めます。で、塩コショウ少々。お水を用意して、もうちょいいったろ。焼きそばソース。オッケー、完成。おいしそう。富士山を眺めながらのご飯、いただきます。いただきます。めっちゃ美味しい。卵も焼けばよかった。お皿じゃなくてね、このまま食べてるんだけど、めっちゃ美味しい。ちょっと太麺なのかな。なんかすごいね、シコシコしてる、コシコシしてる。なんか麺が太くて強い感じです。ごちそうさまでした。もうね、お腹はいっぱいではないので、おやつは食べられると思います。でもね、すごいね、お腹は膨れて美味しかったです。なんか富士山見てたら時間がどんどん過ぎてくる。今日12時半に着いたのに、今もう3時半で、なんでご飯を食べ終わるまでに3時間も経っちゃったかというと、テントをね、張る場所を探すのにめっちゃ時間かかって、なんかここだって決めてからが、なんかできるだけフラットな水平な寝心地いい場所にしようとか、若干ここだと後ろの人見づらいだろうなとか、ここだと横近すぎるよなとか、なんかいろいろやってたらめっちゃ時間かかっちゃって、今は全く風ないんだけど、最初関西ドタープ立ててる時ね、時々強風が吹いて、やっぱり麓っ腹ってなんかひどいとテント壊れるぐらい強風らしいから、ちゃんと炭造ペグ持ってきてよかったです。もうちょっとして風がね、もし強くなってきたらガイロープもしっかり張ろうと思います。今ちょっとめんどくさいからいいや。ゴロゴロ寝転びながら富士山見ると、なんかすごいね、心がね、癒される。もう雪かかってるね。あれに登ってる人がいっぱいいるんだもんね。すごいな。一生で1回は登りたいなと思いながら、早10年ぐらい経ってる。どんどん体力なくなってるのに20代の時に登っときゃよかったな。そろそろ解凍されたんじゃないでしょうか。
解凍した後に弱めの中火で両面こんがり。 OK。 どっかでワンワン戦争が起きてる。焼きそばの残り香がするけど、まあまあ大丈夫でしょう。お、ちょうどいい焼き目か。あ、ちょっと切れちゃった。なんかいい感じの焦げ目ができました。 OK。 今日はふもとっぱらに来たので抹茶ラテ。いただきます。結構ね、寒くなってきたので温まります。今気温は16度みたい。そりゃちょっと寒いよね。いただきます。美味しい。十分温まってる。あ、素手で食べちゃった。まあいいか。晩酌の用意を買いました。なんかずっと見とれちゃう。ここに1ヶ月ぐらい住みたいな。ツイッターとインスタグラムもやってるよ。